さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は夢についてお話ししたいと思います。皆さん、夢ってありますか？私は特に夢と言えるようなものはないです。夢って何かすごくキラキラしていて、他の人に言うとかっこいいねとかすごいねって言ってもらえるような、大きなものっていうイメージがあるんですけど、私は特にそういうものがないです。ずっと私の夢って何かなって考えてきたんですけど、やっぱりないなと思いました。昨日の夜お風呂に入りながら、私って夢がないんだっていうことに気づいたので、ちょっとそのことについてお話ししていきたいと思います。はい。なので私のように夢がないな、夢ってなんだろうなって思っている方、ぜひぜひ最後まで聞いてもらえると嬉しいなと思います。はい。で、夢なんですけど、今はないです。でも子供の時はありました。私が覚えている一番最初にできた夢はペットショップの店員さんでした。はい。犬を飼っている友達がとっても羨ましくって、その友達が飼っている犬と遊ぶために、触ってよしよしってするためにお家に行かせてもらったりとかしてました。はい。で、私のお父さんとかお母さんは、私たちのお家で犬を飼うのはダメだと言ったんですね。なぜかっていうと、やっぱりお金もかかるし、あとはお世話をするのが大変。散歩に連れて行かなきゃいけないとか、そういうことは誰がするのって言われたり、で、私がするよって言っても、犬が死んじゃった時はとても悲しいからダメだと。なので一度もいいよって言ってもらったことがなくて、なので私にとって犬と一緒に生活をする、自分の生活に犬がいるっていうのがすごく憧れていて夢でした。なので、じゃあペットショップで働いたらいいんじゃないかって小さい時に思ったんですね。それが多分小学生とかだと思います。多分小学生の低学年、もう10歳よりも前とかだと思います。はい。で、その次にできた夢はヘアメイクさんとかネイリストでした。それは、多分小学校の高学年とか中学校の時の話ですね。やっぱり年頃になってこのティーンエイジャーというか、何か少し大きくなっていくにつれて、女の子男の子っていう違いを認識したりとか、女の子だから可愛くないとか、もっと可愛くなりたいとか、あとはキラキラしたものが好きとか、すごく女の子っぽいもの、ピンクとかアクセサリーとかそういうものが好きだったわけではなかったんですけど、でも、髪型には結構気を使っていたりとか、あとはネイルが好きだったので、やっぱりヘアメイクさんとかネイリストっていうものにちょっと興味がありましたね。高校に入ってからは特に何かこれがしたいみたいなものはなくなったと思います。多分ですね、皆さんも似ていると思います。で、なんでかなって考えたんですけど、多分大人になるにつれていろんなことを知って、どんどん職業とかこの夢っていうものに現実味を帯びていったんですね。この現実味を帯びていくっていうのは、どんどん細かいこととか現実、本当のことを知って、
こうファンタジーのようなよく知らない自分の中で想像としてあったイメージがどんどん現実のものとして知るようになっていくという感じです。はい。なので大人になるにつれて夢っていうものがなくなったんだなと思いました。夢って子供の頃は将来やりたいことくらいの単純なものだったんですよね。だってまだ知らないこと多いですし、自分にできないことも多いので、むしろできること、大人になったら何でもできるんだって思ってたんですよね。はい。だからその職業がどんなに難しいことかとかも知らなかったんですよね。はい。で、大人になるにつれてやりたいことは何かとか、でもその中でやれることは何かとか、もっと言うとそのやれることの中で自分がやった方がいいことって何かっていうのが一緒じゃないことがあるって気づき始めたんですよね。例えばペットショップの店員さんとかネイリストさんって資格が必要ですよね。はい。で、子供の時はお金を稼いでいなかったですし、自分のお父さんとかお母さんとか家族が私の生活を支えてくれていたので、その職業によってもらえるお金が違うっていうのもよく知らなかったですし、でも実際に大人になって自分がじゃあ働こうってなった時に、やっぱりお金というものは結構気にするものなんですよね。そうするといくらやりたいお仕事でもお給料が少ないとちょっとやめようかなとか、そういうことが選択の理由になってくるんですよね。はい。なのでちょっと長くなっちゃいましたけど、子供の頃は何も知らないからやりたいことだけ考えればよかったのに、今はやりたいことを考えるときにやれることを考えなきゃいけなくって、そしてやれることの中でもお給料が少ないとか労働時間が長いとか、やめた方がいいものがあることにも気づいていって、でやりたかったことのはずなのに、じゃあちょっとやっぱりやめようかななんて思うこともあるんですよね。そうやっていろんなことを知っていくうちに、どんどん夢っていうものを見つけられなくなっていったんだなと思いました。あとはやっているうちに好きじゃなくなることもあるんだっていうことに気がつきました。実際にネイリストがそうでした。もともと副業としてやっていて、で自分の爪にもやっていて、とても綺麗なものが出来上がっていくこととか、自分がネイルをすることで相手が喜んでくれるととっても嬉しいなとか、あとは上手にできるとやったっていう達成感とかもあったんですね。なので好きだったんですけど、実際に働いてみると限られた時間で終わらせるためにはやっぱり妥協しないと、ちょっと 100% じゃないけどちょっともうこれで終わらせないとみたいなことも多くって、ちょっと嫌だったんですよね。はい。あとはやっぱりネイルっていうのは常にトレンドというものがあって、それが季節によっても変わりますし、どういうものが好きかという人の好みによっても変わるので、それをどんどん自分の好きなタイプじゃなくても情報をどんどんアップデートしていかなきゃいけないっていうことに結構嫌だったというか、そうですね、大変だった、プレッシャーを感じたことでした。はい。あとは実際に朝早くから夜遅くまでずっと働くので、体力的にきつかったっていうのもありますね。大変でした。はい。毎日体とか、目も本当に痛かったですし、そういうこともあってどんどんなんか嫌だなみたいな気持ちが重なっていっちゃったんですね。はい。なので最初は好きだったネイルももういいや、これ以上やらなくていいやって思うようになっちゃいました。はい。こんな感じでやっぱり
大人になるにつれて夢を持つって難しくなると思います。いろいろ知っちゃうからですね。でもなんか夢って持つべきだ、あるべきだとずっと思っていました。でそれは誰かに言われたわけじゃなくて、偶然そう思わされてきたんだなっていうことにも気がつきました。なんでかって考えてみたんですけど、子供の頃からあなたの夢は何って聞かれたりとかしましたよね。多分日本だとその7月7日に七夕の日っていうものがあって、その小さい紙短冊っていうんですけど、そこに願いを書くんですね。で子供の時は将来やりたいこととかっていうのをよく書いていたんですけど、そうするとなんかこう夢があるのが当たり前みたいな、そういう考えがどんどんできてきちゃうんですね。あと小さい頃見ていたものを思い出すと、私は特にディズニーの映画を見ていたので、お姫様は素敵な王子様と結婚してこうハッピーエンドだよとか、あとはアラジンのようにただの青年だった人がこう王子様になったりとか、あとはリトルマーメイドだとアリエルっていう主人公の人魚姫が人間の世界に憧れていて、最終的には人間になって幸せに暮らしたりとか、何かこう自分がキラキラ憧れるものがあって、それになるんだみたいなストーリーをずっとインプットしていたなとふと思ったんですね。で子供の頃はそういうアニメーションとか映画とかでそういうことをこう自然とインプットしていましたけど、今でもそうだなって気づきました。っていうのも、いわゆる有名人ですね。有名人っていろんな人、たくさんの人に知られるくらいすごいことをした人たちで、それはつまり夢が叶った人たち、うまくいった人たちなんですよね。でつまり成功者と言われるんですよね。成功者ですよね。そうするとなんかこうそうじゃない人たちは成功じゃないみたいなこうイメージがついてしまう気がしているんです。でこうやってなんかこう子供の時からそして今でも人生の中で夢があるって当たり前のことで、それを達成するのがいいことみたいな風に思わされてきたんじゃないかなってふと思いました。はい。でも私たちはこうピーターパンみたいにずっと子供の世界で生きられるわけじゃなくって、自分たちはどんどんこうステップアップしていく必要があって、なんでかっていうと私たちは資本主義の社会に生きていて、お金を稼がないといけない社会に生きているので、やっぱりずっと子供のままではいられないですよね。はい。私たちは大人になっちゃうんですよね。そうすると夢を持ちたいのに、私だって夢を持ちたいし夢があるって言いたいのに、どんどん夢を持つことが難しくなっちゃうんです。そう思いました。でやっぱり昨日思ったのは、私には夢がないです。そんなにこうキラキラしたかっこいいものってないんだなって気がつきました。ずっと探してきたんですけど、やっぱりそんなものはないみたいです。でもそれと同時にふと気がつきました。別に夢ってなくてもよくないって思ったんですね。いろんなものが私にこう夢を持ちなさい、夢っていいものよ、素晴らしいものよみたいな感じでこう投げかけてくる、訴えかけてくる、アピールしてくるような気がしていたんですけど、でもあれなんでだっけって思いました。なんで夢がないといけないんだろう。あったら何がいいんだろう。お金がたくさん稼げるとか、幸せになれるとか、考えてみたらちょっとわからなくなりました。夢みたいな大きなキラキラしたものが本当に必要なのかなって思いました。でもこの間のこう YouTube のコンテンツ、その私の目標とかそういう話を作りながら、
どんどん自分のことについて考えることが増えたんですけど、多分私は夢がなかなか持てないタイプの人間だと思いました。気がつきました。多分子供の時から今でもそうなんですけど、一つのことに熱中する、一つのことにハマって好きになってずっとそれを続ける、頑張るみたいなことがないんですね。子供の時から今までないです。見つけられないです。昔から結構飽きやすいんですよね。飽きやすいっていうのは何か好きになっても短い時間でもういいやと思って次のことやりたくなるみたいな感じなんですけど、はい。で、私が今でも覚えているのが、子供の時本当に小さい頃、塗り絵ってありますよね。紙に白黒で線だけ書いてあって、そこに色鉛筆とかで色を塗っていく塗り絵ありますよね。あれ私昔から全部塗り切ったことがないんです。その1ページにじゃあ例えば当時だと多分セーラームーンとかプリキュアとかそういうキャラクターが書いてあるんですけど、何か色を塗っているうちにもういいやと思って最後まで塗り切れないんですよね。で次また同じところから始めるのもなんか嫌で、新しいページ塗り始めて、でもそれもやっぱり塗り切れないみたいな、すごくすぐ飽きちゃうタイプだったんですよね、子供の頃から。で、趣味もよく考えてみたら結構コロコロ変わってます。昔やってたことを今またやるみたいなこともありますけど、でもどれも 80% くらいもうこのくらいできたら満足だなみたいな、何か完璧までいけないみたいなところがあるんですね。自分が満足できたらもういいやみたいな、完成とか完成じゃないとか関係なくてもういいやみたいな感じなんですね。なので時々例えばちょっと前は編み物ハマってましたけど、ある程度編み物をしたいという気持ちが満たされていくと、もうこれ完成させるのめんどくさいなみたいな気持ちになってくるんですね。はい。で、昔からそうなので多分これからもそうなんだと思います。なかなか一つのことに熱中するっていうのが苦手で、なので余計に大きなここまでなりたいとか夢みたいなものがなかなか見つけられないんだと思います。はい。あと仕事を決める時とかどうやって決めたかなって思い返してみると、その時もやりたいことがあったわけじゃなくて、なのでやりたいものを選んだわけではないんですね。どうやって決めたかっていうと、やりたくないものをやらないようにしたら結局 IT 系が残って、IT 系の会社で働きましたよと。で、実は採用された時は総合職として採用してもらったんですね。総合職なので、この先どのキャリアパスにも行けるっていう状態で自分で選べる状況だったんですけど、でも主に2択ですね。プログラミングをするか営業をするかだったんです。で、最初の2ヶ月かなはプログラミングの研修があって勉強をするんですけど、どうしてもプログラミングができなかったんですよね。なんかすごい嫌いでした。すごい細かいことまでちゃんと決めなきゃいけないのが私に向いてなくて。なので、もうプログラミングはやりたくないからぜひ営業をさせてくださいという感じで営業になりました。なのでやりたいことというよりかはやりたくないことをなるべく遠ざけて選んでいった、進んでいったという感じなんですね。で、これもそういえば昔からそうだったなって思いました。なんかやりたいことを選ぶんじゃなくて、やりたくないものを避けるとか、今後自分が楽になる道っていうものを選んだなと思いました。例えば高校を選ぶとき、当時最初にもお話ししましたけど、中学生の時ってネイリストとかヘアスタイリストとかかっこいいな、なりたいなって思っていたんです。
そういうネイリストとかヘアスタイリストさんって専門の学校に行くことが多いんですね。でも、本当にありがたいことなんですけど、当時私は結構勉強ができるタイプの生徒だったので、その私が住んでいる場所の中であれば、だいたいもう一番レベルの高い高校も狙えるくらいの学力、成績でした。はい。で、誰に相談したわけでもなく、とりあえず、最初上のステップまで上がっておけばいつでも降りてこられる、降りるって言い方良くないですけど、こう違う道を選べるっていう風に理解をしていて、なので少しレベルの高い高校、賢い高校に行くことに決めました。やっぱり最初から少し低い位置にいて上がるっていうのは難しいですよね。上り坂下り坂もそうですけど、上り坂って大変ですけど、下り坂って上り坂よりもこう気軽に行けるというか、なので、高校を選ぶときは最初になるべく選択肢を多く持てるように賢い高校、レベルの高い高校に行きました。で、大学の時も似てます。高校生の時にどこの大学に行こうかなと迷ったんですね。やっぱり選択肢が多いので。で、その時はディズニーがとっても好きで、ある大学、いくつかの大学でアメリカのディズニーにインターンシップに行けるっていうプログラムがあったんです。で、私はそれに行きたいなと思って先生にここの大学どうですかって聞いてみたんですけど、やっぱりその大学はその私のレベルから行くとちょっとレベルが低いんじゃないかと、もう少し上の方に行っておきなさいというお話を受けて、で、高校の時と同じ理由で選択肢を増やしておけるように、大学を選びましたと。で、その大学も、自分のレベルに合わせるっていうのはもちろんそうなんですけど、私が当時数学が本当に嫌いだったので、大学の入学試験に数学が少しでいい大学を選びました。そうすると私が嫌いな数学を勉強する時間が減るので、それがいいなと思って嫌なことを避けて行ける大学を選びました。こんな感じで私はやっぱりふと昔のこととか思い返した時に、いつもやりたくないことを避けて、で、やめたい時とか変えたい時とか逃げたい時に自分が進める別の道っていうのをちゃんと残してきたんだな、それができるように選択をしてきたんだなって気づきました。で、それに気づいた時に改めて、私ってやっぱり自由が好きなんだなって思いました。夢みたいな大きなものはないんですけど、でも何かこう自分がこれいいなって思う小さなものであってもいいなと思うものに触れていたいみたいな。で、私にとってそれができる環境にいる、自分がこれいいなっていうものができる環境にいること、あとは逃げられない場所にいない、縛られないっていうことが私が心地いい空間なんだなって思いました。そう思うと、こう夢なんていう大きなものとかって自分にとってはなくてもいいんだなって気づきました。だってそれは別に私が心地いいなとか幸せだなって思うことに関係がないからですね。私みたいな人もいるかもしれないですけど、そうじゃない人もたくさんいると思います。実際に私の一番仲のいい友達は、その友達がやりたいことがはっきりしていて、それをやるために一生懸命頑張って生活をしているタイプの人です。はい。私はいつもかっこいいなって憧れていました。彼女は高校生の時に知り合った友達ですけど、その当時から変わらない夢っていうのをずっと追いかけ続けていて、今でも実現をしつつ、もっともっと自分の
追い求める理想みたいな、なりたい姿っていうものを今でも頑張って実現しようと、もっともっといいものにしようとしているんですね。なのでかっこいいなと思いますし、そういう人もたくさんいると思います。で、やっぱり自分はそうじゃないな、なんで自分はそうできないんだろうなって悩んだりとか、悩むというか悲しくなったりとかしてきたんですけど、本当に昨日ふとお風呂の中で、自分はただそういうタイプじゃないんだと気づきました。だし、それが必要じゃないんだ、それがなくっても自分にとっての幸せってちゃんと実現できるんだなって気がつきました。はい。なので私のように夢ってなんだろうって悩んでる人とか、それがないことに苦しんでる人とかがいたら、ぜひそれでもいいんだっていうふうに一度思ってみてほしいなと思いました。はい。どうですか？皆さん、夢がありますか？ありませんか？夢がないことに悩んだことはありますか？ついついよく目につく人はやっぱりキラキラしていて、大きな夢を叶えた人で、そういう人がすごいとか成功したって言われるから、そうならないといけない、私もそうじゃないといけないって思っていました。でもそんな人ってうまくいった人ってこの世界の中でほんの少しなんですよね。でもそれ以外の人も幸せに生きてますよね。もちろん幸せですよね。それに改めて気がつきました。本当に今自分がこうやって自分の時間を自由に使えることがとっても幸せで、本当にありがたいことだなと思います。これからも自分のために夢がなくてもいいんだって改めて気づいて、少し気持ちが軽くなったので、また今日から明るく自分がやりたいこと、小さなことでもいいのでそれがちゃんとできるように少しずつ頑張って前向きに生きていきたいなと思いました。はい。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあればぜひコメントしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またね。